世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。というわけで7月第1週目の進捗共有ですね。前回の動画でね、いろいろ本音をぶっちゃけさせてもらったんですが、ありがたいことにね、コメント欄、めちゃくちゃ建設的でね、ポジティブな提案がすごく多くて、かなり久しぶりになんというかワクワクしながらね、コメント読ませてもらいました。ありがとうございます。主に地罰とか地切り、あるいはそれに代わる要素に関しての提案とかがすごく多かった印象ですね。ただこの議題っていうのはね、かなり難易度が高いところでもあるので、いくつかね、光る意見見つけたんですけど、ちょっと現状まだ決めかねているという状況でございます。で、今週は主にね、通常戦闘部分ですね、地罰とか地切り以外の部分に関する戦闘見直し実装っていうのを行ってたので、その辺をね、ちょっと共有していきたいと思います。先週の動画でね、宣言していた通りの実装なんですが、敵の攻撃中に表示される方向 UI ですね。特定の技の時だけ表示されるようになりました。表示色は2色で黄色と赤、それぞれジャストパリ、ジャスト回避で対応するのがベストという感じですね。表示される方向も360度化に対応しましたので、モーションの見た目ともかなり合致しました。方向入力の誤差に関しては45度まで OK としているので、合計90度ですね、プラスとマイナス。結構アバウトに入力しても成功するようにしようと思っています。さすがにね、逆方向とかに入れちゃうと一応失敗するようにはしたいなと思ってます。で、この設定を入れた技がね、3つほどあるんですけど、ちょっと見ていきましょうか。1つ目がダッシュからのシールドタックル。2つ目が回転2連切り。この技は2撃目の判定にのみ黄色の設定が入ってますね。そして3つ目がジャンプ切りですね。ジャンプ切りからはシールド殴りに派生することが多くて、この技も1撃目のジャンプ攻撃にのみ赤がついているという感じですね。これらの技以外の攻撃に対しては通常パリや通常回避で対応しながら立ち回っていくというような形になっております。しばらくね、このシールド持ちのエネミー作成してたんですけど、こいつの扱いをね、ちょっと変えた方がいいかなと思ってます。というのもこいつね、ちょっとライズ・オブ・リベリオンの戦闘の醍醐味みたいなものを結構詰め込みながら作ってるので、かなり強くなってきてるんですよね。最初はこいつ雑魚敵のつもりで作ってたんですが、エリートエネミーに昇格させようかなと思います。なのでこいつはね、これ以降もかっちりと作って強い敵に仕上げていって、こいつよりもね、弱い敵を追加していくというようなね、形で扱いでいこうかなと思います。で、あとはこの敵のね、攻撃モーションの速さに関する意見が結構たくさん来てました。ただね、モーションが速すぎるんじゃないかという意見ですね。これに関してはね、もうまさにその通りだなと思います。今週からさらにね、黄色と赤の危険な攻撃が加わってきたので、より顕著になってしまっているかなと思います。モーションスピードに関してはね、もうちょっと緩める形で考えてますので、もうしばらくお待ちください。意見書いてくれた方ね、ありがとうございました。続いてプレイヤーの方なんですけど、敵の方向がね、360度化したことに対応して、プレイヤーの攻撃方向も3方向性から4方向性になりました。これは旧地罰の仕様に戻ったようなイメージですね。やっぱりね、こっちの方がね、しっくりきますね、正直。スマブラとかもそうなんですけど、なんか方向の要素を入れる場合って、やっぱり上下左右の4方向、90度ずつで技が変わるみたいな感じにするのが、やっぱりちょっと入力しててもね、しっくりきますね。はい。で、この方向入力の要素に関しては、前回の動画でもね、宣言していた通り、コンボ火力、コンボ段数が多少伸びたりとか、あとこれね、今週追加したんですけど、ステップした後ですね、左ステップした後に左攻撃すると、ちょっと優秀な攻撃になったりとか、っていうような要素も入れてます。こういう方向性だとね、結構いろいろ他にもやれること多そうだなーなんて、ちょっと妄想してますね。これはまだただのジャストアイディアでしかないんですけど、例えば敵の右方向攻撃をね、こっちも右にスティック入れてパリ、ジャストパリした後に、その流れでね、左攻撃を入れると技が強化されるみたいな。なんかイメージ的には敵の攻撃の威力をそのまま受け流して反転して返すみたいなこともなんかできるんじゃないかなと思ってますね。ただちょっとこれは若干複雑すぎるかもしれないので、いろいろ要検討という感じではあるんですが、直感的に楽しめる範囲でね、いろいろと要素を入れれればいいなと思っております。最後にもう一つね、これも入れたいなと思っている要素の話をちょっとさせてほしいんですけど、方向 UI の表示を最終的には消したい
というお話です。以前からね、僕はUI をできるだけ表示しないようなゲームを作りたいというか、UI レスな画面を目指したいということはね、言ってきたと思うんですけど、これをスキルというかね、パークって言った方がいいのかなという形で実装できないかなと検討中です。具体的に言うと、方向 UI を消すことができるパークをゲームの中盤とか終盤あたりで入手できると。で、もちろんね、そのパークを装備するかどうか、有効にするかどうかっていうのはプレイヤーの任意なんですけど、それを有効にすることによってね、方向 UI が表示されなくなる代わりに、ジャストパリやジャスト回避後の攻撃力が上がるとか、そういったトレードオフ的なリターンも用意しようと考えています。やはりね、初見のプレイヤーに対して方向の要素を、敵の攻撃モーションを見て見極めろというのはちょっと無理があるなということは、もう旧一抜の体験版、それらに送られてきたレビューによってね、痛感しているところではあるので、これはね、パークという形で、上手いプレイヤーだけが好んでその状態に持っていくことができるというような形でちょっと折り合いをつけようかなと思います。これはかなり実装も簡単なので、いい塩梅の落としどころを見つけたんじゃないかなと、個人的には感じています。もしかしたら HP ゲージやスタミナゲージなんかも同様の処理ができるかもしれないですよね。例えばパーク名無我夢中みたいな感じで、自分の体力やスタミナが把握できなくなる代わりに、その最大値が多少ね、1.1 倍ぐらいに伸びるというようにする道もあるのかなと思っております。少なくとも方向 UI の非表示に関してはかなり現実的だなと思っているので、これでかなり通常戦闘面の道筋っていうのはだいぶ見えてきたかなと思っております。というわけで7月第1週の振り返りでした。戦闘見直し全体についてなんですけど、割とちょっと手強いタスクだなみたいな感じはあったんですけれども、なんとかね、7月でギリギリ間に合いそうだなというスピード感では一応実装できているので、このまま進めていってですね、8月以降に、敵の量産とか、あとステージ作りの方ですね、に戻っていけるようにね、その辺を楽しみにしながら、今後も実装の方をゴリゴリ進めていきたいと思います。どんなことでも大丈夫なんでね、意見とか感想ありましたらコメントいただけるとありがたいです。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。